皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画から第2章べき乗速型式に入りました。そして反応速度の記述法の一つである質量作用の法則について議論を行いました。今、反応模式がここに示す式のように与えられるとき、反応速度式は質量作用の法則により、このような反応物濃度のべき乗の積で表されることが知られています。しかし、その理由はこれまで私が読んだどの本にも書かれていません。前回の動画では、両論係数 a、b が1の場合に、この形の速度式が導かれることを示しました。今回の動画では、2および3の両論係数を用い、反応物が A のみの場合の反応において、質量作用の法則が成り立つかどうかを調べます。今回の動画を視聴することで、2次および3次反応でも質量作用の法則が成り立つことがわかります。今回は理解しやすい方法で式の誘導を行います。以下は私の考えに基づきます。今、反応物 A の二分子が反応し、別の物質となる場合、すなわち両論係数が2である場合の1式のような化学反応について考えましょう。質量作用の法則によれば、反応速度は2式のように表されます。反応速度は濃度の2乗に比例するので、この反応は二次反応と呼ばれます。それでは質問です。1式の反応模式に対して反応速度式はなぜ2式のような二次式になるのでしょうか。前回の動画と同じように、体積 V の空間に反応分子 A が5個存在すると仮定します。これらの分子は実際には空間に均一に分布していますが、分かりやすくするため図では分子を一列に並べ、各分子に番号をつけています。この反応では A のすべての分子が時刻 t において反応に関わることができることが明らかです。よって反応の対象になる分子の数 NA は5個です。今 A 分子の2個が反応するので、異なる番号を持つ A の組み合わせは次のようになります。また組み合わせの数は4プラス3プラス2プラス1イコール10通りです。これを式で表すと3式のようになります。次に体積 V の空間に反応分子 A が6個存在する場合を考えましょう。反応に関わることができる分子の数 NA は6個です。A 分子の2個が反応するので、異なる番号を持つ A の組み合わせは次のようになります。また、組み合わせの数は5たす4たす3たす2たす1イコール15通りです。これを式で表すならば4式のようになります。結局 A 分子の数が NA の時の組み合わせの数の一般式は5式で与えられます。反応速度 R は反応に関わることができる分子の組み合わせ数に比例すると考えられます。よって6式のようになり、これを順次変形し、等差数列の和の公式を適用すると最終的に7式を得ます。一方で反応の起こりやすさは空間の密度、すなわち濃度に大きく依存するので、7式を
8式のように濃度の関数として表します。ここで分子数 NA は一般には1よりも十分に大きいので NA-1 を NA で禁じしています。今8式へ反応速度乗数を導入すれば反応速度式は9式のように与えられます。これより両論係数が2で A のみが反応する場合、反応速度は濃度 A の2乗に比例することになります。次に反応物 A の3分子が反応し別の物質となる場合、すなわち両論係数が3である場合の10式のような化学反応について考えましょう。質量作用の法則によれば反応速度式は11式のように与えられます。ここで反応速度は濃度の3乗に比例するのでこの反応は3次反応と呼ばれます。それでは質問です。10式の反応模式に対して反応速度式はなぜ11式のような3次式になるのでしょうか。前と同じように体積 V の空間に反応分子 A が5個存在すると仮定します。今回は A 分子の3個が反応するので異なる番号を持つ A の組み合わせは次のようになります。これより反応に関わることができる分子の組み合わせの数は10通りであることがわかります。この関係を式で表すならば12式のようになります。NA=6 の場合についても同様の操作を行うと A 分子の3個が反応する場合の組み合わせ数が20通りであることがわかります。結果として組み合わせ数を表す一般式は13式のように与えられます。反応速度 R は反応に関わることができる分子の組み合わせ数に比例すると考えられます。よって13式を順次変形し途中で等差数列の和の公式を適用すると最終的に14式を得ます。一方で反応の起こりやすさは空間の密度すなわち濃度に大きく依存するので14式を15式のように変形します。ここで分子数 NA は一般には1よりも十分に大きいので NA-1、NA-2、NA-3 を NA で禁じしています。今15式へ反応速度乗数 K を導入すれば反応速度式は16式のように与えられます。すなわち両論係数が3で A のみが反応する場合、反応速度は濃度 A の3乗に比例します。ここまでの結果から両論係数が2および3である化学反応、すなわち2次反応および3次反応の反応速度が質量作用の法則に従うことが分かりました。ここで組み合わせ数を速度乗数と関連づけて反応速度式を設定するときの操作について考察したいと思います。ここに1次、2次、3次反応の反応模式と反応速度式を示しています。これらの式の元々の変数は反応に関与できる分子の組み合わせ数でしたね。これを濃度へ変換し最後に残された係数を速度乗数に含めることにより反応速度式を設定しました。ここで式中の係数に注目しましょう。一次反応では係数は1です。この場合
分子数と組み合わせ数が同じであることから係数が1となっており、よってこの値は速度上数に影響を与えません。一方、2次反応、3次反応では係数はそれぞれ2分の1、6分の1の値を取ります。これらは各時刻における分子数、すなわち濃度をそれぞれ2乗、3乗した値を反応速度式へ代入したときに過剰に大きくなる反応速度を正しく調節するための係数であると言えます。しかし、質量作用の法則により与えられる反応速度式では、これらの調節係数は速度上数中に隠されています。したがって、2次反応あるいは3次反応において真の速度上数について議論する場合、調節係数を考慮する必要があるかもしれませんね。今回の動画では2次および3次反応の反応速度式でも質量作用の法則が成り立つことを示しました。その際、関係式の意味を理解しやすくするために、反応速度と反応に関与する分子の組み合わせ数の式を少し手間のかかる方法で誘導しました。しかしながら、高校で学ぶように、組み合わせの数は公式を使うと簡単に計算することができます。そこで次回は、公式を使って組み合わせ数を求め、質量作用の法則が18式、20式で示す反応速度式でも成り立つことを証明します。今回の動画では、歴上則型式、質量作用の法則その2についてお話ししました。その内容をまとめます。1、2次および3次反応の速度式においても質量作用の法則が成り立つ。2、反応速度式は時刻 t において反応に関与できる分子の組み合わせ数が反応速度に比例すると仮定して設定される関係式から導かれる。3、質量作用の法則により作成される速度式中の速度上数には、組み合わせ数の計算式に含まれる係数が組み込まれている。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。